あんたまだうちに住んでいるの？お父さんの年金や遺産でも狙っているわけ？夫が事故で亡くなった日、技師の舞さんは私をそう問い詰めた。早く出て行ってくれない？帰省するのもいい加減やめてくれないかしら。介護と育児の重圧に疲れ切っていた私は、舞さんの言葉にとっさに言い返すことができなかった。そんな私を見て、ふんと鼻を鳴らした舞さんが偉そうに説教をしてくる。ひとしやお父さんのお金に頼りっぱなしで恥ずかしくないわけ？お父さんの年金はお父さんの生活費分しかいただいていません。今は貯蓄を崩しながら生活しているんです。そんなの信じられるわけないじゃない。舞さんは寝ている義父に近寄り、手を握り話し始める。お父さんだって他人より本当の娘の私と一緒に暮らした方がいいわよね。義父は首をかしげ、寝ぼけながら返事をする。それを無理やり肯定と解釈した舞さんは、こちらを指さし、こう吐き捨てる。あんたたちはもう他人なんだから出てってよね。でも舞さんはお嫁に行った身だからって言いましたよね。ああ、そんなの忘れたわ。いいじゃない、面倒見るって言ってるんだから、親孝行する気になったのよ。舞さんの自分勝手な態度には心底うんざりする。散々介護を私たち家族に押し付けておいたくせに、お礼も言わず、挙句邪魔者扱いだなんて。何も言い返せない私を見ながら、舞さんがニヤニヤと笑う。お父さんの年金に頼ろうとしてたんでしょうけど、残念ね。遺産目当ての女狐はさっさと出ていきな。ここは私たちの家ですよ。ひとしと一緒に暮らした思い出もあるのに、そのひとしがもういないんだから、あんたたちはもうお払い箱なのよ。とっとと荷物を片付け出ていきな。早く出ていかないんだったら力ずくでも追い出すからね。舞さんは私にそう吐き捨てると、鼻歌祭りに帰っていった。私の名前はよしみ。今年で40歳になる。夫のひとしとは高校の同級生で、学生時代ではたまに話すくらいのただのクラスメートだった。しかし、同窓会で再会したのをきっかけに交際するようになり、結婚に至った。そんな私たちの間には2人の可愛い子供がいる。息子の翼は10歳。最近は自転車に乗れるようになり、自宅の周りを得意げに乗り回している。娘のエミは7歳。兄の真似ばかりしていて少し男勝りな気もするが、ピンクのワンピースがお気に入りな可愛い部分もある。家族4人で仲良く暮らしてきたが、3年前義実家へ移り住み、義父である光一さんと同居を始めた。子供たちはおじいちゃんのことが大好きだったので、一緒に住むことを伝えたときは飛び跳ねて喜んでいた。同居を始めたきっかけは、義父の最愛の義母が他界したことだった。義母は長い間病気を患っており、義父が献身的に看病をしていた。義母はおおらかで、みんなを優しく包み込んでくれる温かい人だったのを今でも覚えている。義父は昔から周りが見てもわかるほど義母のことを大切にしていて、結婚してからは2人のようになるのが私の密かな目標だった。私も時間があるときは義実家へ顔を出し、義母のリハビリがてら一緒に料理をしたり、調子のいい日には土手沿いを散歩することもあった。今日は天気がいいね。義母はよく縁側で日向ぼっこをするのが好きだった。そんな義母が闘病の末他界してしまい、義父は人が変わったように口数が少なくなってしまった。ぼーっとする時間が増え、趣味だった釣りにも行かなくなってしまった。そして義母が他界し、ちょうど一周期を迎える頃、悪いことはこうも続くというか、今度は義父が脳梗塞で倒れてしまった。緊急手術となり、なんとか一命を取り留めたものの、右半身に麻痺が残る半身不随となってしまった。入院中はほとんど動けず、
余計義父は塞ぎ込んでしまう。退院してからは仁と私とで介護をしながら義実家に泊まり込む生活が続いた。義父は体調が優れない日には一日中義母の名前を呼びながらぼーっとしている日もあった。そんな父の姿を見ていられなくなったのだろう。親父と一緒に住んでくれないか。ある夜、仁は突然義父を引き取りたいと頭を下げてきた。私はひどく困惑した。急にそんなこと言われても、それに舞さんは何て言っているの？姉さんにも週末話をするつもりだ。仁には姉の舞さんがいる。結婚し近くには住んでいるが、めったに義実家には帰ってこず、私も義母の葬儀以来会っていない。義父が入院した時も一度もお見舞いに来なかった。だが仁の父でもあり、舞さんの父親でもある。私も義父のことが嫌いとか一緒に住みたくないとかで言っているわけではない。私は小さい頃から父方の祖父母と同居しており、介護の大変さは多少は分かっているつもりだった。だからこそ簡単にうなずくことはできなかった。仁がすぐに舞さんに連絡を取ってくれて、週末家族会議をすることになる。急に呼び出して何なのよ。子供たちが学校に行っている間、舞さんが数年ぶりに我が家を訪れる。父さんのことなんだけど、脳梗塞の後遺症で右半身が不自由なんだ。だから施設に入所するか、俺たちが引っ越すか考えているんだけど。どうして施設に入所するのよ。よしみさんがいるでしょ。最初は話に興味がなさそうに、自慢のネイルを触りながら相槌を打っていた舞さんだったが、仁が施設の話をした途端、声を荒げる。そんな無駄遣いやめてよね。私がもらう遺産を勝手に減らさないでくれる？姉さん、遺産って。っていうか、よしみさん、専業主婦させてもらってるんでしょ？親の介護くらいしなさいよ。嫁として恥ずかしくないの？そんな、舞さんだってお父さんの子供なんですから、介護したっていいじゃないですか。私は嫁に行った身なんだから、お父さんの介護なんてやっている暇ないのよ。あんたはうちの嫁なんだから、きっちりとお父さんの面倒を見なさいよ。あくまでも自分はお嫁に行った身で、義父の介護は私の仕事というスタンスらしい。舞さんの言葉には心底呆れる。まあでも、仁の取り分の遺産から施設に入所するお金払うんだったら好きにしてもいいけど。もういい。姉さんがそんな態度なら好きにさせてもらう。どうやら仁も舞さんの態度には腹立たしく感じるものがあるようだった。家族会議はあっという間に終了する。お父さん自身、施設は嫌がっているの？そういうわけではないけど、俺も施設入所を提案したんだ。でも、母さんとの思い出の詰まった家を出たくないらしくって。そっか。義両親の仲の良さを間近で見てきたからこそ、義父の気持ちも痛いほどわかる。それからは毎日毎日悩んで、仁とも毎晩子供たちを寝かしつけた後、何時間もの話し合いを重ねた。義父にとって、私たちにとって最善の選択は何なのか。それでも私はやっぱり義父のことを見捨てることなどできずに、思い切って義実家に引っ越すことを決意した。みんなでおじいちゃんを支えよう。私の言葉に仁は泣いて返事をした。そんな仁のことを子供たちは不思議そうに見ていた。義実家に引っ越した直後は子供たちも戸惑っていたが、義父の症状を子供たちなりに理解してくれたらしく、今では一緒に歩くのを支えたり、積極的に介護を手伝ってくれている。義父の調子がいい日には一緒に車椅子で散歩をしたり、おしゃべりをしたりして穏やかに過ごせる日々が続いていた。舞さんは相変わらず義実家には一切顔を出さず、連絡をしてきたと思えば施設には入ってないか、義父の年金は勝手に使うなど呆れる内容ばかり。お金だけでなく手も一切貸してくれず、口ばかり出してくる舞さんには
不満が募るばかりだった。だが、ひとしや子供たちは休みの日には一緒に義父の付き添いをし、義父もまた昔と変わらない優しい笑顔でありがとうと言ってくれていた。そんな日々が舞さんのことなど忘れさせてくれていた。せわしないけど穏やかな日々が続くと思っていた矢先、日常が一変する。ひとしが突然仕事中の事故で他界してしまった。私が病院に着く頃には帰らぬ人となっていた。いつも通り朝にお弁当を持たせて見送ったのに、ひとしの声を聞くことは二度とできなくなった。突然のことすぎて理解できなかったが、悲しみに暮れる暇はなく、葬儀や子供たちのメンタル面のケアで慌ただしい毎日を過ごした。それでも子供たちの必死に私を元気づけようとしてくれる姿に活力をもらいながら、日常の生活が戻りつつあった。夫がお金を残してくれたおかげで生活はできていたが、ずっとこのままでというわけにもいかない。何より私たちが住んでいるのはひとしの実家であり、介護しているのはひとしの父親であるのだから。ひとしが亡くなって数ヶ月が経った頃、舞さんが家を訪れる。舞さん、私もそろそろ働きに出たいと思っているんです。だからお父さんの介護を手伝ってもらえませんか？あんたまだうちに住んでいるの？お父さんの年金や遺産でも狙っているわけ？え？早く出て行ってくれない？帰省するのもいい加減やめてくれないかしら。介護と育児の重圧に疲れ切っていた私は、舞さんの言葉にとっさに言い返すことができなかった。そんな私を見て、ふんと鼻を鳴らした舞さんが偉そうに説教をしてくる。ひとしやお父さんのお金に頼りっぱなしで恥ずかしくないわけ？お父さんの年金はお父さんの生活費分しかいただいていません。今は貯蓄を崩しながら生活しているんです。そんなの信じられるわけないじゃない。舞さんは寝ている義父に近寄り、手を握り話し始める。お父さんだって他人より本当の娘の私と一緒に暮らした方がいいわよね。義父は首をかしげ寝ぼけながら返事をする。それを無理やり肯定と解釈した舞さんはこちらを指さし、こう吐き捨てる。あんたたちはもう他人なんだから出てってよね。でも舞さんはお嫁に行った身だからって言いましたよね。はあ、そんなの忘れたわ。いいじゃない、面倒見るって言ってんだから、親孝行する気になったのよ。舞さんの自分勝手な態度には心底うんざりする。散々介護を私たち家族に押し付けておいたくせに、お礼も言わず、挙句邪魔者扱いだなんて。何も言い返せない私を見ながら、舞さんがニヤニヤと笑う。お父さんの年金に頼ろうとしてたんでしょうけど、残念ね。遺産目当ての女狐はさっさと出ていきな。ここは私たちの家ですよ。ひとしと一緒に暮らした思い出もあるのに。そのひとしがもういないんだから、あんたたちはもうお払い箱なのよ。とっとと荷物を片付け出ていきな。早く出ていかないんだったら力ずくでも追い出すからね。舞さんは私にそう吐き捨てると、鼻歌混じりに帰っていった。舞さんからの痛烈な言葉に、私はその夜一人静かに泣くことしかできなかった。いつも相談に乗ってくれていたひとしはもういない。舞さんに義父を任せれば介護からは解放されるが、本当にそれでいいのだろうか。義父を見捨てることにはならないだろうか。天国にいるひとしは悲しまないだろうか。答えの出ない自問自答を繰り返していると、突然横になっている義父から声をかけられた。よしみさん、おじいちゃん、どうしたの？私が尋ねると、義父がそっと私の手を包み込んだ。いつもありがとう。よしみさんのおかげで毎日楽しいよ。でもこれからは子供たちのことを考えておくれ。それって、この家を出ておいき、私は大丈夫だから、たまに顔を見せに来ておくれ。そう言って、義父はある封筒を私の手に握らせると、
満足したのか眠りについてしまった。これは。その封筒の中身を見て私は驚いた。しかしそれと同時にある決心をした。その後私は以前勤めていた会社に復帰することにし、義実家の近くのアパートを借りて移り住むことにした。後ろ髪を引かれる思いで義実家を後にしたが、私たちは新たに3人での生活をスタートすることを決意した。しかし私たちが引っ越した翌日、舞さんから急に呼び出しが来る。今週は荷ほどきや準備のために仕事を1週間休みを取っていたので、近くのファミレスで会うことにした。いずれ連絡が来るだろうとは思っていたが、思っていたよりも早かった。集合場所に着くと、普段とは違いボサボサの髪にすっぴん、自慢のネイルもところどころ剥げている舞さんがすでに席に座って待っている。一晩で一体何があったのか。ちょっと、お父さんの通帳全然お金が入っていないじゃない。生活に困らない程度は入っていましたよ。私も何度か確認したことがあるが、生活に困らない程度は入っていたはずだった。嘘よ。さてはあんたがお金を盗んだわね。早く返しなさいよ。舞さんは苛立ちを隠しきれずに一気にまくし立てる。私はそんな舞さんを至って冷静に見つめた。お金が入ってないって生活費に必要なんですか？当たり前じゃない。そうですか。てっきり浮気をして請求された慰謝料のお金が必要なのかと思っていました。なんでそれを。私の言葉に一瞬でおとなしくなった舞さんに義父から渡された封筒を差し出す。その中には一通の手紙が入っている。私はその内容を事細かく伝えた。義母が亡くなり、一人残された時、仁と一緒に就活を始めたこと。息子や孫に税金のかからない範囲で毎年生前贈与していたこと。そしてそれと同等の金額を離婚した舞さんに慰謝料の立て替えとして渡しているので、残すお金はないことが寄付のフルエル字で記されていた。話を聞いているうちにわなわなと肩を震わせ、顔を引きつらせる舞さん。そんな、それじゃ実家に戻った意味ないじゃない。小さい声でブツブツ言っていたが、しっかり聞こえてくる。急に義実家に帰ってくると聞いた時から、何か裏があるのではないかと疑ってはいた。まさか離婚していて慰謝料まで請求されているとは思わなかったが、要はお金が必要で急に義父の介護をすると言い出したのだろう。なら介護手伝ってよ。昨日の夜も一晩中眠れなかったのよ。はい？一人だと大変なのよ。少しも目が離せないし、昼間だけでいいから見張っておいてよ。舞さんが一緒にいてあげればいいのでは？だって私も忙しいもの。舞さんは子供もいなければ仕事もしていないはず。どう忙しいのか聞いてみたいものではある。正直義父のことは気がかりではあるが、ここで手を貸せば舞さんの思うつぼ、またこき使われるだけだろう。だからこそ心を鬼にして、ここは何としてでも断ろうと決めていた。嫁なんだから少しは手伝うべきでしょ。仕事も介護なら休めるでしょ。他人の介護では有給休暇は取れませんよ。は？あんた、夫の父親のことを他人なんてひどすぎない？ひとしも泣いてるわよ。舞さんが言いましたよね。私はもう他人だって。舞さんは図星をつかれ、悔しそうに唇をかみしめる。私は淡々と話を続ける。本当の娘である舞さんがお父さんの面倒を見るっておっしゃいましたよね。それは。それをたった一日で音を上げて、女狐で他人である私を頼るなんて、そんなことしませんよね。それは。自分の発言がブーメランのように返ってきては、さすがの舞さんも何も言い返せないようだった。どうしても手伝ってほしいなら、舞さんが私を雇ってください。そしたら仕事として働きますので。あんた、お金を取るつもりなの？最低じゃない。何とでも言ってください。
私だって子供たちを守る義務があるんです。ボランティアなんてしている暇ありません。私の本気が伝わったのか、舞さんもだんだんとしおらしくなっていく。以前よりもきちんと言い返すことができた自分にほっと一安心する。でも私一人じゃ。舞さんの口からは介護を手伝ってほしいことや自分がいかにかわいそうかなどのアピールが始まったので、これ以上聞く必要ないと判断し席を立つ。とりあえずお断りします。お金を払う気ならまた考えますので連絡ください。放心状態の舞さんにきっぱり断りを入れて、私はその場を後にした。その後、義父自身から施設に入りたいとの連絡があった。やはり舞さん一人でお父さんの介護は無理だったようだ。私も一人ではお父さんの介護は絶対にできなかった。ひとしの支えがあったからこそ、心に余裕を持ってお父さんと向き合うことができていた。だけど、お父さんの症状も進行している。そろそろ素人ではなく、プロに任せた方がいいと感じていたのも事実。そして、お父さんから連絡してもらい、私は一安心することができた。はい、これ、お父さんに合いそうな施設の候補です。私が資料を渡しても、舞さんは無気力に受け取るのみ。よほど義父の介護が応えたのだろう。舞さんが何もしないため、私とお父さんで入居の手続きを進めた。舞さんはというと、当てにしていた両親の遺産はなく、お父さんの年金も施設の代金でほとんどが消えていくため、自分に入ってくるお金はもちろんないに等しい。そして義父の介護や施設入所の準備を理由に慰謝料から逃げ回っていたみたいだが、とうとう強制執行され財産を差し押さえられてしまったようだ。もちろん慰謝料を全て払える分の貯金があるわけはなく、悠々自適な生活から一変、パートを掛け持ちしながら一日中働く羽目になっているようだ。一方私たちはというと、毎週末に義父のいる施設に遊びに行っていた。そこにはいつもたくさんの友人に囲まれ、楽しそうにおしゃべりをする義父の姿を見ることができた。おじいちゃん、遊ぼう。みんなで何して遊ぼうか。ほら、よしみさんもおいで。ポカポカと日差しの差し込む気持ちのいい午後、施設のお庭で遊ぶ我が子と義父の楽しそうな姿を見れて、私は幸せをかみしめるのだった。